どうもこんにちは、4号ハウスのひげこいです。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回は砂川公園っていう結構自然が多い公園で使った組み合わせで、ミノルタの PF6 コール 55mmF1.7 っていうこちらのレンズと、X Pro 3の組み合わせで遊んできたんですけど、その時のことについてお話をしていきたいと思います。実際に使ってみた感想とか、どんな写真が撮れたかとか、そんなことについてお話をしていければいいなと思っておりますので、よかったら最後までご覧ください。富士フイルムでオールドレンズを使いたいと思っている方はミノルタが結構おすすめなので、最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。その砂川公園というところで遊んだ時にこのレンズを使って遊びに行こうかなって思った理由についてお話をしていきたいと思うんですけど、 X Pro 3を買ってから XF35mmF1.4R っていう結構有名なレンズがあるんですけど、そのレンズ以外使ってなかったんですよね。他のレンズも室内で試し撮りをしたことはあったんですけど、あんまり試してなかったので、それで他のレンズも使って遊びに行きたいなと思っていたんですけど、その日遊びに行く公園は結構広めの公園で、遊具とかがあんまりあるわけじゃなくて自然が多めの公園だったんですよね。だからそういった公園だったら子供も結構のびのびと遊べますし、あんまり遊具とかについていって遊ばなくてもいいかなと思ったので、なんか飛び込んで遊んだりするようなところでもなかったですし、そういったなんか危ない公園っていう感じでもなかったので、マニュアルフォーカスを使って撮る余裕もあるかなっていう感じだったんですよね。それ以外の理由としてももう一つは子供たち2人で遊ぶことも結構増えてきていたので、ちょっと離れた距離感で撮っても全然問題ないかなと思ったんですよね。APS-C で 55mm なんでフルサイズ換算50、90mm ぐらいか、88とかそれぐらいだったと思うんですけど、それぐらいで若干中望遠みたいな感じで撮ることも全然いけるかなと思って、選んだのが2つ目の理由です。ざっくりまとめると、マニュアルで撮る余裕もあるかなっていう風な環境だったっていうことですね。今回の組み合わせの紹介についてざっくりしていきたいと思うんですけど、まず見た目はこんな感じですごくかっこよくてめちゃくちゃ似合うなと思いました。X Pro 3が結構クラシカルな見た目で、オールドレンズともすごく似合うんですよね。このレンズに限らずオールドレンズとの組み合わせは試してみたいなと思ってたんですけど、このミノルタのレンズもバシッと似合いましたね。ミノルタのレンズと X マウントのこの間にはマウントアダプターをかます必要があるんですけど、マウントアダプターは僕はキポンのものを使っています。このマウントアダプターは結構前から持ってて、3年ぐらい前から X Pro 2の頃から使っていたと思うんですけど、ちょっとまだあるかなと思って調べてみたら、このキポンのアダプターはもう売ってなかったんですよね。なので他に何かあるかなと思って調べてみると、K&F コンセプトとかアースっていうメーカーのものとか、そういったものが2000円から3000円ぐらいで売ってました。 K&F コンセプトとかは結構安くて安定しているかなと思いますので、使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。レンズ本体自体は僕が 3,4 年前ぐらいに購入した時は3000円ぐらいで買えたんですけど、今はちょっとカメラ業界全体が値上がり傾向にあって、フィルムカメラとかこういうオールドレンズとかその辺もがっつり上がり始めてるんで、店舗で購入をすると楽天で見つけたのが1万2000円とか1万3000円ぐらいで売ってたんですよね。ただそれはちょっと高すぎるかなって個人的には思ったので、メルカリとかそういうフリマ系のアプリで探してみたらまだ5000円ぐらいで購入することができたので、それぐらいで購入できたら結構ありな感じのレンズじゃないかなと思います。で実際に使ってみた感想なんですけど、すごく撮りやすかったです。なんていうか、マニュアルフォーカスでピント合わせってやっぱりちょっと難しいかなとは思うんですけど、多少ずれててもいいぐらいの感覚で僕は撮ってるんですけど、AF があるレンズみたいにバシッとピントが合ってなくても全然いいかなって、正直思っているところはあるので、別にピントがずれてても失敗写真とまでは思わないタイプっていう感じの方だったらすごくオールドレンズは楽しめるんじゃないかなと思います。ただピントがバシッと合った時、ジャスピンの時の方が写りは正直やっぱりいいかなっていうのはあるんですけど、オートフォーカスがあるレンズだったらピントを外して、例えばこれを撮ろうとして、ピントをがっつり外してしまったら後ろの僕とかにピントが合うじゃないですか。それでここにピントがあってこっちに合ってなくてすごい失敗写真みたいな感じになると思うんですけど、マニュアルフォーカスのレンズだったら自分のこの微妙な誤差で合わないっていうぐらいなので、ちょっともやっとするだけだったり、もう全体ががっつりもやっとしててどこにもピントが合ってないみたいな、そういった感じの写真が、写し出されるっていうことがよくあるんですよね。失敗といえば失敗なんですけど、ちょっとずれたぐらいじゃ失敗と感じない。なのでいい感じの写真も意外とあるっていう感じですね。
で、X Pro 3自体もピーキングはすごく見やすいなと思いました。一番最初に富士フイルムで撮ろうとしたボディは XE1 なんですけど、その頃に比べると確か XE1 って、赤いピーキングじゃなくて白いピーキングだったと思うんですよね。でそれに比べるともうめちゃくちゃ見やすくなってますし、 XE1 でも結構撮れたんですけど、X Pro 3とかだったらすごい見やすいなって思いました。Pro 3に限らず XT4、XE4、XS10 とかその辺ももちろんすごく撮りやすいと思うので、マニュアルフォーカスは使いやすくなっているんじゃないかなと思います。レンズ自体のピントリングなんですけど、ここのトルク感も結構いい感じでスムーズに動くので、それもあってピント合わせもそんなに難しくないかなっていう感じですね。であと最短撮影距離が55センチなんですよね。でM マウントのレンズとかだったら70センチとか1メーターとか90センチとかそういったものが多かったりするんですけど、そこまで長くないので、結構その息子被写体との距離も近めで撮れたりするので、そういった面でも撮りやすい組み合わせかなと思います。であとは作例というかどんな写真を撮れたかとかそういった話なんですけど、結構ピントが合う時はキレがいいで、もやっとした時でも別にいいみたいな感じですね。写真について語るって僕ちょっとあんまり得意じゃないので、写真をこう表示させながらレビューをしていっているっていう感じなんですけど、写真の作例はそういった写真で見てもらうとして、あと動画なんですけど、動画も一応撮ってみて、正直このマニュアルフォーカスの方が僕は撮りやすいと思う時もあります。それはその理由はこうやってピントリングでピントをじわじわ合わせていくので、カクッっていう感じでピントが動かないんですよね。じわーっと動く方が僕は映像として好きなので、例えばオートフォーカスがめっちゃ速いレンズとボディの組み合わせの動画とかってたまにシュッって感じでピントが動く時あると思うんですけど、あれってちょっと違和感あるかなって僕は思ってて、だからそういったじわーっとピントが合っていくような感じの方が僕は好きなので、このレンズとボディの組み合わせで映像を撮っても意外とあんまり映像とか動画に興味がないとは言ってもいい感じに撮れたんじゃないかなと思いました。僕癖で結構片手で撮る癖があるんですけど、この動画を撮りながらもうこう片手で撮っちゃう時もあるんですけど、マニュアルフォーカスだったら絶対こうやって両手でフォールドするので、その分結構意外と、ブレもなくいい感じで撮れたかなと思います。最後に色味についてお話ししたいと思うんですけど、今回はローで撮ってロープラス JPEG、富士だったらロープラス高画質のやつだからファインか、ロープラスファインで撮ってで、ローを現像してます。で現像ソフトは Lightroom CC、その SNS とか、YouTube にアップした写真はクラシッククロームがベースで、作った色味です。で、後からちょっと試しでなんとなく今回の写真だったらクラシックネガとか合うんじゃないかなと思って、僕クラシックネガあんまり得意じゃないんですけど、肌色とかもちょっといい感じにできるような気がしたので、後から調整してみてそれをプリセットにしてみたんですけど、意外といい感じに今回はなったかなと思います。その柔らかい描写だったから余計にいい感じになったのかなっていうのもあるんですけど、レンズとの相性が良かったのか、クラシックネガでもいい感じになりました。Lightroom CC ってプリセットとか共有できたりするんですけど、今回の設定は Lightroom CC にアップしているので、もしよかったら無料なので使ってみてください。クラシックネガの方なんですけど、他の昔のローデータとかに、その設定を当ててみたんですけど全然合わなかったんで、こっちは今回だけの設定かなっていう感じですね。また別のクラシックネガを試してみようかなと思います。今回はこんな感じで終わろうと思うんですけど、 X Pro 3とミノルタのオールドレンズ 55mm、ロッコール PF55mm F1.7 の組み合わせについて紹介をしてみました。色味とかがっつりシェアしていますので、もしよかったら試してみてください。でこのレンズはすごくおすすめで、僕的にはオールドレンズというか昔のレンズ群でいうと、メーカーでいうとミノルタってめちゃくちゃ好きで、ミノルタのレンズはそこまで人気がなくて結構安く売られている方のレンズだと思うので、 M マウントとか L マウントのレンズだったら3万4万とか余裕でするじゃないですか。しかもあとは他だったら何が高いかな、
タクマとか1万円以上すると思うんですよね。あとプラナーとかカール・ツァイスの昔のプラナーとか3、4万すると思いますし、でもそういったレンズと全然引けを取らないというか、特徴が違うだけで写りとかの面白さとかはやっぱりオールドレンズならではっていう感じで面白いと思うので、もしよかったらそういった組み合わせを使ってみてください。で富士フイルムってそのフルサイズじゃないのでオールドレンズの特性を全て出し切ることができづらいというか、四隅までちゃんと写せないとか、そういったことのデメリットはあるんですけど、フィルムシミュレーションを当てることができるので、そういった楽しみ方がやっぱり富士独自の楽しみ方として面白いと思うので、それも試していただけたらなと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ではまた。